今回はラパスのルールを説明します。パズルを解きたい方は動画の説明欄にリンクが貼ってあるので、そちらから解いてみてください。それでは左側にあるプレイヤーの説明からしていきます。操作方法は1ボタンにしていて、入力モードは自動に設定しています。矢印を見てください。数字のあるマスでボタンを押すとマスが緑色になります。もう一度ボタンを押すと白色に戻ります。数字のないマスでボタンを押すとマスが黒色になります。もう一度ボタンを押すと緑色に変わります。さらにもう一度ボタンを押すと白色に戻ります。次に点線の上でボタンを押したままスライドすると境界線を引くことができます。ボタンを離してから境界線の上で再びボタンを押してスライドすると引かれた境界線を消すことができます。以上の操作でパズルを解いていくことになります。ここからはルール文を読んで説明します。1、点線に沿って線を引いて盤面を2マスと1マスの領域に分割しましょう。さらに1マスの領域を黒く塗りましょう。盤面にあるすべてのマスを2マスと1マスで細かく分割していくことがこのパズルの目的になります。そして1マスの領域は必ず黒マスになります。2、黒マスを縦横に連続させてはいけません。このルールによって黒マスの上下左右にある1マスは白マスになることが確定します。3、数字のあるマスを黒マスにしてはいけません。このプレイヤー上では数字のマスを黒マスにすることは最初からできなくなっています。4、横2マスの領域に入る数字はその横列にある黒マスの数を表します。同様に縦2マスの領域に入る数字はその縦列にある黒マスの数を表します。ルールの4は重要なのでしっかり説明していきます。まず数字のマスは黒マスにできないので必ず2マスの領域に入ることになります。そして2マスの領域は横に2マスになる場合と縦に2マスになる場合のどちらかになります。仮に数字の2を含む領域が横に2マスだった場合を考えてみます。この場合に数字の2は同じ横列にある黒マスの数を表すことになります。なので残り3マスのうち2マスが黒マスになることがわかります。同様に縦に2マスだった場合は同じ縦列にある残り3マスのうち2マスが黒マスになることがわかります。以上でルールの説明を終わりにして、ここからは例題を解いていきます。最初に数字のマスをすべて緑色にします。この緑色はそのマスが黒マスではなく白マスになることが確定したという意味になります。左上にある数字の1と0を見ていきます。この1と0を同じ領域に入れることはできるでしょうか？この場合は同じ横列にある黒マスの数が数字の1と0で矛盾してしまいます。なので異なる数字を同じ領域に入れてはいけません。1と0の間に境界線を引きます。数字の1が入る2マスは下に伸びるような形で縦に2マスになります。下のマスを緑色にして白マスであると確定させます。右下にある数字の0と1も同様に考えることができます。0と1の間に境界線を引いて0が入る領域を確定させます。そしてこの数字の0は同じ縦列に入る黒マスが0個になることを意味するので、上の2マスを白マスに確定させることができます。次に一番右上の数字の1に注目してみます。この1を縦に2マスの領域に入れると、1つの黒マスをどこにも入れることができなくなってしまいます。なので横に2マスの領域に入れます。このように同じ数字であれば、同じ領域に数字が2つ入っても黒マスの数で矛盾することはなくなります。この横列に空いているマスは1つしかないので黒マスにして数字と黒マスの数を一致させます。
黒マスの隣のマスを白マスに確定します。隣の数字の0を縦に2マスの領域に入れます。数字の0によってこの縦列にあるマスをすべて白マスにすることができます。一番左下の数字の0を見ていきます。縦に2マスにすると左上の数字の1と黒マスの数で矛盾してしまうので横に2マスにします。数字の0によってこの横列のマスをすべて白マスにすることができます。右にある数字の1を横の2マスに入れると黒マスの数で矛盾してしまうので縦の2マスにします。数字の1の左隣のマスはすでに白マスであることが確定しています。このマスが2マスの領域に入るように境界線を引きます。真ん中の数字の2を見ていきます。この縦列にある黒マスと白マスはすべて確定していて、黒マスは1つしかありません。なので数字の2を横の2マスに入れます。この横列には空いているマスがちょうど2つあるので、2つとも黒マスにして境界線を引きます。黒マスの隣を白マスに確定させます。右上に4マスの領域がまだ残っています。2マスずつの領域に分かれるように境界線を引きます。黒マスを除くすべての領域を2マスに分割できたので、チェックボタンを押してみます。正解ですと表示されました。それでは最後に5問のパズルとその答えを表示して終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。